今日はセルライトについてお伝えしたいと思います。セルライトって多分ね、皆さんすごい悩んでる方多いと思うんですよね。で、ボコボコしてるとかね、あとよく聞くのは痛い。なんとかしようと思って行ったら、押して、もみもみね、押して流すというか、で、すごくね、痛い思いをしたっていう方がね、多いと思うんです。で、実はですね、うちのスタジオで、タヒチャンダンスを教えてくださってる先生がですね、気がついたらセルライトがなくなっていたっていうことだったので、今日ね、皆さんにどうしてその方がね、セルライトがなくなったかについてシェアしたいと思います。で、タヒチアンダンスとかを、一生懸命ね、踊られる方って、実はね、太ももがね、パンパンな方がね、多いんですよ。で、なぜかっていうと、フラダンスで膝が痛いっていうね、動画をね、以前に、作ってあるので、そちらをね、詳しくはね、見ていただけると分かりやすいと思うんですけれども、股関節から動けない状態で、やっぱり腰をね、回したりとか、横に移動するステップを踏むとですね、すごくね、太ももにね、負担がかかるんですよね。で、その状態で、やっぱり、いつもね、ダンスをしていると、太ももはね、硬い状態が常になってしまうんですよね。なので、その先生もですね、お尻を緩めるとかね、股関節を緩めるっていうのをやるのと同時に、太ももをね、緩めるっていうのをすごくね、お家でもやってくださったんですよね。で、その先生曰く、多分太ももを緩めたのが一番ね、セルライトに良かったんじゃないかなっておっしゃっていたので、今日はね、皆さんにそのね、太ももの緩め方をお伝えしたいと思います。で、もちろん太ももも緩めるんですけど、そもそもなぜね、セルライトが押し出す、揉み出さなくっても消えていったかっていうと、私もね、専門家じゃないので、詳しいことはわからないですけど、私が想像するには、やっぱりね、股関節から緩めて整えることで、血液とかね、リンパの流れがやっぱり良くなっていくのと、それからね、代謝がね、やっぱり良くなるんですよね。だから自然にその固まっていたものが、溶けていってというか、自然となくなっていったっていうことだと思うんですね。だから無理にグイグイやっても、やっぱ固まってるものをね、固まったままだと思うので、自分のね、中から自然とね、変わっていくのがいいかなと思います。で、そのためには、まず股関節を緩めるんですけど、それはね、以前の動画でもね、ほとんどいろんなところでお伝えしてるんですけれども、お尻歩きっていう動きがあるので、それでまずね、股関節を緩めて整えるっていうのをやってから、太ももを緩めてね、いただきたいと思います。ね、ここでは、太ももをね、緩める方法についてお伝えしていきます。ですね、この太もものこのね、横側の部分、ここがね、どうしてもやっぱりね、張ってしまう方ってすごく多くって、どうしてかっていうと、さっきタヒチャンとかね、フラダンスで横に揺れるっていう動きが多いと、ここ使いますよってお話ししたんですけど、普段歩くだけでも左右にどうしてもね、揺れて歩いたりとか、その股関節が使えないと、左右にぶれないように、この太もものね、横の筋肉を無意識にね、結構使っちゃってるんですよね。なので、ここのね、横側っていうのを緩めていきたいと思います。はい。で、そしたら、こういう風にちょっとね、片足を後ろに曲げて伸ばします。いわゆるお姉さん座りですね。で、そしたら、そうするとこの頂点あたりに来る部分、ここにね、ちょっと硬い筋のような感じで、触ってみるとね、ちょっと硬いところがあると思うんです。で、ここを、こういう風に、このね、筋があるので、こうやって横断するように、緩めていきたいと思います。でね、これ、硬い方はね、ちょっと痛いかもしれないです。私ね、全然痛くないんですけど、痛い方は触るだけで痛いですっていう方もいるので、ご自分でね、加減しながらやってみてください。で、この上から、このね、膝の横までやってください。
はい。で、慣れてきたら、こう、さする感じでもいいです。で、これ実際、その先生に、どういうふうにお家でこれやられましたって聞いたら、クリームとかつけたって聞いたら、クリームとか何もつけてないし、そんなにグイグイやってませんっておっしゃってました。本当に自分の手でね、緩めただけですっておっしゃってたので、あんまりギューってね、やらなくても大丈夫です。はい。で、ここまで緩めました。そうするとですね、わかります？ほら。私、緩めた方のね、足首がちょっと下がってるんですよ、これ。なんでかっていうと、やっぱりここでクッと引っ張られて、こう足首が固まってたのが、太もものね、横が緩んで、足首もね、緩んだんですよね。これぐらいね、私、足首柔らかいので差がすごい出ましたけど、ちょっとでもね、差が分かれば、緩んだなっていうのがね、目安になると思います。反対も行きましょう。膝を曲げて後ろに置いて、この頂点に来るあたり、ここを手でね、緩めていきます。で、これ左右差あると思うので、よりね、硬い方が痛いと思うので、加減しながらね、緩めてください。お風呂上がりに、ね、クリームとかつけてね、やるのもいいかなと思います。で、ちゃんとね、この膝のね、横までやってくださいね。はい。で、慣れてきたら、こうね。そう。あんまりね、ぐいぐいね、やらなくっても大丈夫なので、本当はね、毎日ね、やっていただけるとね、いいと思います。はい、OK です。両方のね、足首の高さが揃って、ね、両方のももが緩めました。この状態であぐらをしてみると、あれ？いつもよりなんか座りやすいっていう方は、本当はね、いつもここがすごく張ってるので、股関節周りを緩めても、太ももが張ってる方っていうのは、やっぱりね、上がりやすいんですよね。ここはこう張っているので。だから、股関節を緩めるのも大切なんですけど、実はこの太もものね、横側の緩めるのもね、すごく大切になってきます。もちろんね、セルライトが気になる方にはぜひやっていただきたいですけど、あぐらで座りにくいとかね、太ももがパンパンで何やってもね、下半身がなかなかね、痩せないっていう方も、ぜひね、太ももの横側を緩めるっていうのをやっていただきたいと思います。で、チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのね、グッドボタン押してください。質問があったらぜひね、コメント欄に書いてください。ではでは。